お待たせしました。お楽しみください。月見そぼろと和風エビマヨですね。ここは絶対なんか一番美味しくふわふわな感じなので美味しいです。一粒からこうたくさん服が広がっていくようにっていう思いを込めて一粒満腹っていう名前にしました。こんにちは。1名様、店内ご利用で。はーい。おにぎりってこう手で握るものだからすごい心が一番伝わるかなというふうに思ったり、お客さんとこう私たちのこうなんだろう心を合わせる時間っていうか、すごくそれも大切にしている時間です。一人で準備してるんで。いつも土日も一人でですか？そうなんですよ。8時にもう一人来る。それまでバタバタで。これがお米です。京都の八代目儀兵衛さんっていうお米の老舗の卸、そこが目利きしたお米を使う。季節に合わせて3種類ぐらいお米をブレンドしてくれていて、なのでその季節ごとによって若干内訳は変わるというか。朝は何合炊くんですか？これの釜が3升炊ける釜なんですけど、3升は炊かないんですが、浸水後でまあ3000g か 4300g ずつ炊きます。もうずっと炊いてますね。炊いて保温ジャーに移してまた炊いてっていうのをずっと、土日は結構バタバタなので、で朝ちょっと洗っておいて水につけておいて冷蔵庫からしといて、で足りなくなったら一応またお米洗ったりみたいなこともするね。大体炊き上がり20分ぐらいですかね。量によるんですけど、大体15分から20分ぐらい。早いんですね。はい。でその後、蒸らしで10分15分ぐらい蒸らすので、30分ぐらい煮ておくと。今お米洗ってるんですけど、1回目は一番そのぬか臭いというか汚れがある、さらっと軽く揉んでまた水ですすぎます。で今23回ぐらい繰り返しますね。大学新卒で卒業して、メーカーで法人営業をしてます。サラリーマンしてます。私愛知県の津島市っていうところ、すごく田舎の方なんですけど、田んぼに囲まれて育って、おじいちゃんおばあちゃんとかも米農家なんですけど、母方も父方ももともとなんだろう、そんなに自分の故郷が好きだったわけじゃなくって、なんか故郷を結構離れたい離れたいで大学上京して、大学時代は結構海外でバックパッカーしてたんですね。外にずっとこう魅力を探しに行ってた人生で、っていうのもちっちゃい頃に親がすごい厳しくて、英才教育みたいな受けてて、遊んだ記憶は全くない幼少期だったんですよ。3歳から13歳くらいまであんまり遊んだ記憶がなくて、中学に入る時にちょっとなんかこうプチンとなんか自分の中のスイッチが切れた時があって、でこう中高でちょっとその反動で、なんかそのやんちゃしてた時もあったんですけど、っていうので親からも親元も離れたいっていうのもあったりとかして、で上京して東京出てきて、で海外ばっかり行ってたんですけど、なんかこうふと社会人になって自分の故郷に戻った時に、なんかすごいこう涙が止まらなかった時があって、
東京出てきて自分なんか何のために生きたらいいんだろうなっていうか、昔は本当にピアノっていうこう自分の人生を注ぐものがあって、だけどそれをやめてからなんか自分のその注ぎ先がずっと分からなくて、幸せって何なんだろうなとかすごく考えてて、でこうふと帰省した時に、田舎だからまあ東京よりは何もないんですけど、田んぼでカエルが鳴いてたりとか、そういう温かさとか素朴な幸せみたいなのを思い出した時に、それを守りたいなというふうに思ったんですよね。おじいちゃんおばあちゃんとかもその米農家やってるんですけど、後継ぎがいないとかですごい今大変そうにしてたりとか、それってもともとある日本の美しさでもあるから、それを守りたいなっていうふうに思ったり、日本の温かさとか和の心みたいなのを伝えたくって、いろいろその和食ってあると思うんですけど、おにぎりってこう手で握るものだから、すごい心が一番伝わるかなというふうに思ったり、だからあえて私もこうカウンタースタイルで握るところもこう見てもらって、お客さんとこう私たちのこう心を合わせる時間というか、すごくそれも大切にしている時間です。そんなにギュッギュッてやらないんですね。そうですね。やっぱ割れちゃったりとかしちゃうので、なんかこうなるべく軽くというか、粒感をすごく大切にしたいので、炊く時も一粒一粒のこう食感をちゃんと感じられるように炊くんですけど、やっぱ潰れちゃったりお米割れちゃったりするので、柔らかく揉んであげた方がいいかなと思います。しじみ汁作ります。これは大田区の大森というところから取ってる海苔なんですけど、大森って結構江戸時代明治あたり海苔の産地として栄えたところで、海苔屋さんがいっぱいあるんですけど、ここから福光さんの海苔を仕入れてます。やっぱ海苔はこだわりがありますか？そうですね、結構めちゃくちゃいい海苔を使っていて、生地もしっかりしていて、風味もすごく豊かなので。よくやけどするんですけ今どこに？ど、いや、ここにこの熱い蓋がジュッてなって、危ない、気をつけてください。ここもやけどなんですよ。そこの釜の縁に当たっちゃって、その時も一人で朝仕込みして、一人で熱ってなっちゃって。やけどしてあんま冷やす時間とか忙しくてないんそうで。ないんで、もう放置です。まあ、そのうち治るでしょう。1分1秒の戦いなんで、朝は。土日は特になんかご家族の分買われたりするので、多いと10個とか。
あとデリバリーもやってるんですけど、15個とか30個とか。今モンゴルと台湾2店舗があって、楽器は一緒にやりませんかってお声掛けをいただいたんですよ。ありがたいことに。全然なんか見知らぬ方から急にインスタグラムで DM いただいて、モンゴルでおにぎり屋さんやりたい。じゃあモンゴルに視察というか行かれたりしたんですか？あ、しました。今年も3回ぐらい行ってて、モンゴルには2店舗あるんですけど、台湾まだ工事中なんですけど、今年中には工事終わり次第オープン。なるべく日本のお米と海苔を使って同じメニューでやってます。塩麹漬けのおしんこと赤味噌のしじみ汁のセットが、ほとんどのお客様がそのセットを頼まれますね。お米が炊き上がりました。すいません。終電ぐらいまでずっと仕事してる。なんか夜の方が頭冴える人間で。夜型なんですね。夜型なんですよ。だけどここがね、営業が8時開始なんで、夜まで、ちょっとその海外の店舗の管理とかそういったお仕事してて、デスクワークですね。夜はデスクワークしてます。10分15分蒸らすと、水分がお米の本当に内側まで通るので、よりふっくらした美味しいお米ができます。あんま蒸らしすぎも良くないです。蒸らしすぎも良くない。逆に硬くなっちゃいますね。10分15分がベストですね。信州と京都の赤味噌を使用してます。味見です。味はいかがでしたか？美味しい。しみる。朝一の赤味噌。10月から入ったスタートです。はい。そうなんですね。あ、そうです。あります。おにぎりお好きですか？はい、好きです。だからこれの並び方がちょっといまいち覚えてない。湯飲み箸。はい。これの。あ、全部つけて。全部つけて、はい。でおしぼりも多分足りないから。はい。はい、ありがとうございます。これは配置とかも決まってるんですか？そうですね。なんかよく出るものは手の取りやすいところに置いてもらっていい？はい。あ、まだあれか、入ってないか。
エビマヨ。これ2つしかない。マフエビマヨ。以上でよろしいですか？ありがとうございます。じゃあ1セット1番さんにお願いします。はい、お願いします。お待たせしました。サンマとマフエビマヨです。お楽しみください。失礼します。お待たせしました。証拠付けの進行と赤身のしみになります。お楽しみください。お楽しみください。カボスの葉を、そうですね。はい。カボスというかすだち。有馬山椒っていう実山椒、醤油漬けされてる山椒。多分爽快感みたいなのは多分実山椒の方かもしれない。はい。ありがとうございます。では一日を。良い一日を。足に行きます。はい。おにぎり2個入りました。はい。10分ぐらいです。ごめん。デリバリー3点出します。味噌汁はなしかな。はい。ここで働きたいなって思ったきっかけとかって何かあったんですか？初めて早川さんに会った時に早川さんのその人柄というか人望に惚れ込んだところはあります、はい、最初店舗の方伺った時に早川さんの接客も含めて職場の雰囲気がめちゃくちゃ印象的だったので。実際働いてみてどうですか？飲食自体は自分初めてなので結構大変なところもありますけど、やっぱお客さんと接する機会が多いんで結構楽しいですね。もしかしてあります。石盛りの1番と7番の方で、1番と人の2種の目安の00でお願いします。1、2、はい。
も協力で、はい、おしゃれのお願いします。ありがとうございます。こちらレシートと番号蓋にあります。今お作りしてます。この辺なんかもうちょろちょろ。すみません、お箸の方大丈夫です。リンゴセットでお箸なしでお願いします。はい。焦んなくていいから。はい。ゆっくり喋って。大丈夫ですか。早かったですか。早い早い。はい。そう、早いねやっぱり。じゃあテイクアウトで2点出します。あざます。すみません。あざます。はい。はい、ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。良い一日を。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあお願いします。はい。デリバリーです。はい。こんにちは。番号お願いします。気づきました。やっぱり言えてないです。でしょ？ありがとうございますって言ったら。美を強調して。はい。この細かい部分とかも教えてるんですね。そうです。語尾とか。ありがとうございます。よりありがとうございますの方が印象が全然いいじゃないですか。語尾を上げて。よく言ってます。癖だとなかなか治らないです。店内ご利用ですか？はい、こちらでご注文お伺いします。じゃあ2個セットと3個セットをご用意してます。具材の値段にお値段の方が1190円になります。こちらレシートです。お好きな席にどうぞ。お好きなお席どうぞ。ありがとうございます。2個セット1つお願いします。はい。はい。ブラシ。2セット34番さんにお願いします。はい。こちらおしんことしじみ味噌汁になります。お待たせしました。お月見そぼろと和風エビマヨですね。エビマヨ明太子です。はい。お月見そぼろと、しそ昆布おかかです。お楽しみください。お楽しみください。この卵が一番美味しい。おにぎりは結構他でも食べたことがあるんですか？はい、もういつも朝は食べる感じで、でもここは絶対なんか一
一番美味しくふわふわな感じなんで好きなんです。で、新幹線で食べると絶対無理。お待たせしました。おしみそばとからし明太子です。今しじみ汁を進行お待ちします。お待たせしました。赤味噌のしじみ汁、塩麹漬けの新子です。お楽しみください。日本語やから全然ないんやねん。一粒万倍日ってご存知ですか？大安みたいないい日って言われてて、宝くじとかで一粒万倍日みたいなやってるところあるんですけど、なんかこうその日に始めたことが何倍にもなって帰ってくるっていういい日なんですよ。月にまあ数回あるんですけど、一粒のこうもみからたくさんこう稲がなるっていうところからその一粒万倍日っていうこう縁起のいい日から取って、一粒からこうたくさん服が広がっていくようにっていう思いを込めて一粒万徳っていう名前にしました。じゃあランキング形式。ごちそうさまです。こぼれしらすと明太子と鮭の親子で、2つ目が和風エビマヨと鮭とかける魚の2種になります。以上でよろしいですか？ありがとうございます。前から4個です。はい。17分大丈夫です。あ、全然もっと短くて10分とかで大丈夫です。11分でできます。はい。お願いします。お願いします。昨日切ったネギなんですよ。おにぎり出してもらっていい？鮭の親子、しらす明太子、エビマヨ、鮭高菜。はい。失礼します。こちら鮭と高菜とエビマヨになります。こちら明太子としらすと鮭の親子になります。握ってて熱いんですか？熱いですね。だんだんなんか手の皮が分厚くなってこれもずらしちゃってください。入れちゃってもいいですか？ウーバー2個です。はい、階段です。はい、6分でやってます。はい。もう1個。カトラリー2個入れとこうかな。多分1時。デリバリー2分です。はい、ありがとうございます。1回目に炊いたやつはもうなくなったんですか？はい、なくなりました。2回目です。
2A と 2A、2EA。片方だけで大丈夫。マッシュできます。デリバリー4点出します。いってらっしゃい。いってらっしゃい。こんにちは、どうぞ。こんにちは。こんにちは。というのがしじみ汁とおしんことおにぎりお選びいただきます。はい。ペイペイクレジットカードご利用。こちら。はい、ありがとうございます。まだー。どうぞ。いただきます。ちょっと取ります。コップだけ補充します。4個です。はい。ちょっとつけときこのパウダーみたいなのが真ん中に結構固まってることがあるので、そこでここまでかけて、それを多分なんか手に出した具材の。ありがとうございます。ありがとうございます。マッシュできではます。一日を。はい、以上。休むことなくずっと作ってます。割と結構土日はこんな感じです。多いと1日に何個くらい作るの？何個ですかね。400とか行く日もあるんじゃないですか。基本的に握るのは早川さんだけなんですか？いや、結構割とみんな握れるので、みんなで交代して握ってます。そうですね。まあ大丈夫ですので。解凍から日付を書きたいので、はい。一応冷凍の段階は日付と名前。窓際席さんに、2セットお願いします。あ、冷凍庫のこんにちは。1名様、店内ご利用で。はーい。 18分で取ります。お持ち帰り。はい、もちろんです。少々お待ちください。9番さん1個お持ち帰りです。はい。お願いします。はい。お願いします。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ一日を。じゃあ、レシートになります。じゃあ、セットの方よろしいですか。合計の方が1330円です。お願いします。はい、4番さんセット出します。塩麹漬けのおしんこと。こんにちは。こんにちは。こんにちは。デリバリーのお仕事。大丈夫です。デリバリーの西森にします。ありがとうございます。今3。全部で4点ですね。しじみ汁、おしんこ、お飲み物もお持ち帰りごペイペイ。こちらスキャンで。こんにちは。お菓子はお付けしますか。はい、何点お付けしますか。お声掛けいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃい。タンタンと、お待たせしました。お月見そぼろ酒高菜ですね。はい、そぼろしらすです。お楽しみください。ありがとうございます。ありがとうございます。良い一日を。はい。はい、じゃあどうぞ。
注文いいですか？はい、お願いします。ワッフルエビマヨと、はい。あとハモ。ハモ、はい、こちらで。はい、ハモ。はい、こちらも2個セットでよろしいですか？単品の方で。じゃあ注文の方からおさせていただきます。ハモのポン酢南蛮でよろしいですか？ありがとうございます。はい。少々お待ちください。こちら。はい。お願いします。なんか温かさとかこう素朴な幸せみたいなのを感じてほしいなと思ってやってます。なんでこう良い一日をっていうふうにお声掛けしたりとか、お楽しみくださいって言ってるのも、そういうこう素朴な幸せの体験を感じてほしいなっていう。お待たせしました。お楽しみください。